これより新郎であるゆうとさんの妹さんさらちゃんが感動のスピーチをお届けします。実はこちらのさらちゃん、母子家庭で中卒なんです。そんな涙ぐましい人生を送ってきた中卒のさらちゃんによりますスピーチです。そしてなんとここにいる外国の来賓の方々にもわかるように英語でスピーチしてもらいます。英語？今英語って言った？兄の結婚式で確かに余興でスピーチは頼まれた。でも英語でスピーチするなんて聞いていない。私がおろおろとしていると兄の結婚相手のモモがニタニタしながら嫌味を言ってきた。あれ？伝えていなかったかしら。大丈夫よ。さらちゃん中学までは英語習ってたんだし、中卒の実力を見せてほしいな。できるよね。わかった。こうして私に大勢の前で恥をかかせようって魂胆だったのね。こんな素敵な晴れの日にどうしてこんなことを思いつくのよ。本当に嫌なやつ。招待客もみんな状況が理解できていないような顔でひそひそと私の方を見て話している。何よ、早くしなさいよ。中卒って英語話せるのかよ。と笑いながらヤジが聞こえてきた。もうこうなったらやってやる。私は用意していた日本語の原稿を破り捨て、ありのままを話し始めた。するとモモが顔を真っ青にさせていくのだった。私は前田沙羅、23歳。私は母子家庭で育った。母と兄との3人家族。裕福ではなかったけど、母と兄のおかげで毎日楽しく暮らしていた。兄は毎回テストで満点近い点数を取ってきて、成績も申し分なし。それでいて勉強が大の苦手な私にも優しく接してくれて完璧すぎる人だった。私は兄と違ってテストは毎回赤点近い点数で、保護者面談では毎回母の前で怒られる。でも私が先生に散々言われても母は決して私を怒ったりしなかった。大丈夫、勉強ばかりが大事じゃないよ。サラは優しい元気な子、それだけで十分。母と兄のおかげで私は勉強ができない劣等感に苛まれることはなかった。そんな穏やかで優しい愛に包まれた家庭で育った私。時が経ち、兄は名門国立大学の特待生として入学が決まった。そして私はなんとかギリギリで家から近い普通よりちょっと下の高校へ合格。無事に進学が決まり、リビングでお菓子を食べながら、サラよかったね、お兄ちゃんすごいね、なんて話していたまだ肌寒いある日のこと。突然兄のスマホが鳴った。兄は知らない番号だとつぶやく。そのまま電話に出た兄の表情は電話口の相手と話しているうちに曇っていく。電話を切ると兄が一言、母さんが倒れたと言った。急いで病院に向かい、指定された病室へ向かうと、ベッドに横たわり何本か管が出ている母がお医者さんと話していた。焦ってきたので息切れしている私たち兄弟を見た母は微笑みながら手招きした。ちょっとお母さん大丈夫？やだねえお母さんねえ。わけもわからず半泣きで母に飛びつく私に母は笑っていった。さらったら大げさね。大丈夫、ちょっと頑張りすぎただけよ。母さんこんなことで死なないわ。母は女手一つで私たち兄弟を育てている。それがどれだけ大変か。仕事をいくつも掛け持ちして基本的には家を空けていた母。ついに過労がたたったのだろう。仕事先で倒れてしまい緊急搬送されたそうだ。
今まで深く考えたことはなかったけど、私たちは母の力だけで何不自由なくここまで生きてこられたんだ。これ以上母だけに負担を強いるわけにはいかない。私だってもう高校生になる年だ。私が母を、この家を支えなきゃ。ねえ、私高校行くのやめる。高校行かないで私も働く。そうすればお母さんもここまで頑張らなくてももうちょっと楽できるよね。私はここが病室であることも忘れて大声で言った。突然のことに母と兄は唖然としている。少しの沈黙が流れる。そしてその沈黙を破ったのは兄だった。サラが母さんのために高校行かずに働くって言うなら、俺だって母さんのために大学行かずに働くよ。それに呼応するように母も声を上げる。二人とも母さんのことなんていいのよ。二人が進みたい道に進んでほしいのよ。お願い。お母さん、私の進みたい道はお母さんを助ける道。これが本当にやりたいことなの。大丈夫。高校って後から卒業の資格取れるんだって。だから今は私のわがままを許してほしいな。私は高校進学なんかより少しでも母の助けになりたい。その気持ちが勝った。母と兄は私の熱に押され、しぶしぶながらも働くことを認めてくれた。兄は卒業をしたらすぐ必ず家計を助けると心強い言葉をくれた。そしてこの日から私の怒涛の仕事探しの日々が始まった。高校進学しないということは今のところ最終学歴が中卒になる。中卒の私を雇ってくれそうな求人には手当たり次第応募した。面接もいくつも受けた。でもなかなか引っかからない。届くのはお祈りメールばかり。早く母の支えになれるようになりたいのに。焦りばかりが募る私に一本の電話が来た。やっと私を受け入れてくれる企業からの採用の電話だった。その仕事は高級旅館での住み込みの仕事。仲居として働くことになる。正直一番脈なしだと思っていたところだったので、採用の電話を切り飛び上がって喜んだ。高級旅館って一体どんな人が泊まりに来るんだろう。住み込みってことは美味しいご飯が食べられるのかな。私は未知なる世界にワクワクしていた。しかしいざ働き始めると苦労の連続だった。人生で初めて経験する労働というものは私が想像していた何倍もハードだった。そもそも私は泊まりがけの旅行をしたことがなく、客として旅館を経験したことがない。なのでお客様がどんな接客を求めていて、どう接すれば喜んでくれるのか、いまいち想像がつかなかった。だからこそとにかく早く仕事を覚えなきゃという一心で努力していたのだが、努力も虚しく、とにかく失敗の連続。入り口で迎えたお客様を別のお客様と勘違いして予定とは違う部屋にご案内してしまったり、慣れない着物での配膳で転んで料理をぐちゃぐちゃにしてしまったり、マニュアルを忠実に守ることに必死になって不愛想な接客をしてしまい、お客様から怒られたりもした。はじめは優しかった仲居さんたちも失敗続きの私を見て、あの子に近寄ると厄介ごとに巻き込まれるなんて噂して私を避けるようになっていった。頑張ってもうまくいかない。仕事仲間からは冷たくされる。正直辞めたくなる時もあった。けれどそんな時こそ母のことを考えるようにした。これ以上母に辛い思いはさせられない。私が頑張るってあの時決めたんだから。どれだけ失敗が続いてもその度に自分を奮い立たせて努力した。努力もただがむしゃらにするのではなく工夫してみた。他の仲居さんが接客する姿をこっそり覗いて、いいと思うところをメモに残す。
そして仕事の時間が終わったらメモを読み返しながら想像のお客様に接客の練習、着物のまま配膳する練習もした。仕事の時間が終わってもそうやって人目につかないところでブツブツ言いながら練習していたものだから、最初のうちはおかしくなったのかとこれまた噂されていたらしい。けれど練習の成果もあってだんだん失敗がなくなっていき、お客様に褒められることが増えた。そんな私の姿を見て、私を避けていた中井さんたちも努力を認めてくれたのか、また優しく接してくれるようになった。それからは困難に直面しても一緒に働く仲間たちに支えられ乗り越えていけた。ある休みの日、私と母は就活生の兄からちょっとした報告がしたいとお高そうなレストランに招待された。何かよほどのことか、結婚の報告かと母と緊張していると、兄はなんと外資系の一流企業へ就職が決まったと教えてくれた。母と私はおしとやかな店内の雰囲気も忘れて、つい大声でおめでとうと言ってしまった。それにしてもやっぱり兄はさすがだ。サラ、今まで苦労をかけてごめんな。約束した通りこれからは俺も家計を支える。それにここまでに育ててくれた母さんにいい加減恩返ししないとな。もうあんたたちは本当に母さんのことはいいって言ってるのに。でもありがとね。微笑みを浮かべる母の瞳は少し潤んでいるように見えた。そんな母の表情を見て、私はより一層今後も母のために仕事を頑張ろうと意気込んだ。こうして私と兄が働き始めて、母もだいぶ楽ができるようになってきたようだ。休みを合わせて家族3人で過ごす時間も増えて、これまで以上に幸せな日々だった。そんなある日、さらに幸せな知らせが舞い込んできた。なんと兄が結婚するらしい。相手の女性は仕事を通して出会った人だという。そうするとその人も相当優秀な人だ。私にもついにお姉ちゃんができるのね。お姉ちゃんという存在に憧れを持っていた私は、なんだか嬉しいような緊張するような感じがした。そして結婚前の両家の顔合わせの日がやってきた。舞台はなんと私が働くこの高級旅館。実は私が働くこの旅館、芸能人やノーベル賞受賞学者、天才外科医といった世界中の著名人がお忍びでやってくる場所。厳かな雰囲気で時間も忘れて心身ともに休めることができると知る人ぞ知る高級旅館なのだ。優秀な兄とその結婚相手が利用するのも納得だ。いつもの旅館だから緊張しないと思っていたけど。サラ、あんたちょっと緊張しすぎじゃないの？そうだぞ、結婚するのはサラじゃないんだから。気づけば私は正座で拳を握りしめ、手に汗握っていた。はっとしてやだなんて笑い合いながら相手の家族を待っていると、失礼しますと後ろから若い女性の声がした。振り向くとそこにはすらっと足の長い細くて綺麗な女性が。綺麗な茶髪のボブで、よく見ると首も長い。物語から飛び出してきたかのようなその姿に私は圧巻されて、口をあんぐり開けたままその女性を見つめてしまった。妹のサラちゃんね。緊張してるのかしら？大丈夫？今日はよろしくお願いしますね。その綺麗な女性はそう言って私に微笑みかけた。なんとこの女性こそ兄の婚約者、そして私の義士になる人、加藤桃だった。桃は兄の会社の取引先に勤めていて、お互い取引先の担当者として出会ったとか。大学はなんとアメリカのスタンフォード大学だそうだ。私は桃の美貌に見とれてしまい、ついつい桃を見つめてしまう。
ももは私の視線に気づくたびに微笑み返してくれる。まだちゃんと話したりできてないけど、初対面の私にも微笑んでくれて、素敵だなぁ。きっとすごく優しい人なんだ。サラ、聞いてるか？突然の兄の問いかけにビクッとした。サラちゃん、ずいぶん緊張してるみたいね。あ、すみません。ももさんがお綺麗で、つい。わははっと場を笑い声が包む。サラ、実はお願いがあって。え？何？俺たちの結婚式をサラがこれまで頑張って働いてきたこの旅館であげたいと思ってるんだ。え？そうなの？うん。というのも、俺たちの結婚式の招待客は外国人の方が多いんだ。ここは日本庭園もあって、日本の美しさを直に感じられる場所だろ。喜んでもらえると思っていてね。どうかな？そっか、すごくいいと思う。わかった。そういうことなら後で支配人にも確認してみるね。サラちゃん、ありがとう。兄からの嬉しい申し出にふわふわしてしまった私はトイレで席を外した。お兄ちゃんがここで結婚式か。感慨深いな。立派な式になるといいな。手洗い場で少し化粧を直しながら改めて兄の結婚に思いを馳せる。鏡を見ながらぼーっとそんなことを考えていると、突然後ろから声をかけられた。ちょっとあんた。鏡越しに声の主を見ると、そこにはモモがいた。明らかにさっきより低い声で一瞬誰だかわからなかったけど、驚いて振り返るとモモは怪げそうな顔で私を見ていた。ねえ、なんなのよさっきからずっと私の顔見てきてさ。なんか気に入らないことでもあるわけ？綺麗だからとついついじっと見つめてしまったけれど、さすがに失礼だったよね。自分の失礼を謝ろうとモモに向き直ると、そんな間もなくモモは続けた。あんたってほんとバカ丸出し。笑っちゃう。予想もしなかったモモの言葉に、え？と間抜けな声で答える私。この人は本当にモモさんなのだろうか。っていうか、そもそもあんたたち本当に兄弟なの？兄弟にしては差がありすぎるじゃない？ゆうとさんは幼い頃からずーっと一流の道を歩んできたけど、あんたはどう？中卒で中居って顔もゆうとさんは私にお似合いのイケメンなのに、あんたは普通っていうか地味。私の予想をはるかに下回ってたわ。ウケる。桃から突然飛び出す言葉の剣に戸惑いを隠せない私。何その間抜け面。ほんと笑えるんですけど、学歴が顔まで出てるわね。そう言うと桃が私の耳元でそっとささやいた。ねえ、あんたさ、本当はゆうとさんと血つながってないんじゃないの？は？だってゆうとさんとは脳みそも顔も似ても似つかないし、絶対おかしいって。あ、わかった。実はあんたあの母親の連れ子だったりして。母子家庭なんだもんね。あんなみすぼらしい母親ですもの。きっとゆうとさんのお父様が呆れて離れていったんだわ。だからゆうとさんと似てないのか。バカにしたような下り顔で私のことを舐め回すように見るモモ。母のことまで侮辱されていた。母子家庭だからなんだ。100歩譲って私をバカにしても、ここまで私と兄を育ててくれた母をコケにするのだけは兄の婚約者だろうが許せない。私のことは何と言ってもいいです。でも母をひどく言うのはやめてくれませんか？いくら兄の婚約者だからって許せません。私はふつふつと湧いた怒りに任せてモモに向かって大声で言った。
するとももは腕を組み、片足に重心を乗せていった。中卒の小娘が私に盾作っての？これだから私、頭悪い人ってほんと嫌。あんたみたいなのが義理でも私の妹になるなんて人生の汚点だわ。ねえ、お願いだから結婚式で他人のふりしてくれる？っていうか、この先ずっと。中卒が私と同じ家族になるなんてありえないわ。ももはそれだけ言うと、カツカツとヒールの音をさせて出て行った。何よ、なんで私がこんなこと言われなきゃいけないの？お兄ちゃんが選んだ人はこんな人だったの？重い気持ちで部屋に入ると、先に戻っていたももが私の姿を見て、待ってましたと言わんばかりに手招きする。サラちゃん、やっと戻ってきた。待ってたわよ。大事な話をしたいの。早く早く。トイレで出くわす前の素敵ないい人モードで呼びかけてくるもも。女優でもないのに、人はここまで変われるものか、と鳥肌が立ったが、ももに促されるまま自分の席へ戻った。そして私がしっかり腰を下ろしたのを確認して、すかさずももは口を開いた。実は。視線をゆっくり全員に向けながらもったいぶるもも。私と目が合うとき、心なしかにやついているようにも見えた。実は、可愛い妹ちゃんになるサラちゃんに、余興のスピーチをお願いしようと思ってるの。え？ちょっと、何それ？聞いてないんだけど。驚きのあまり一瞬時が止まったように感じた。しかし、そう思っていたのは私だけではないらしく。さらに？どうやら兄にとっても突然のことだったようだ。ゆうとさん、ごめんなさい。実はさっきお手洗いでサラちゃんとお話ししたんだけどね。サラちゃん、ゆうとさんのために何かしたいって言うから、スピーチお願いできないかなって。ありもしない事実をつらつらと話すももに気づけば、私はポカンとした表情でももの顔を見ていた。我に返ると、にやついたももと微笑んだ兄が私を見ている。サラがスピーチしてくれるのは嬉しいけど、いいのか？うん、いいよ。お兄ちゃんのためだもん。兄の嬉しそうな様子を見て断れるわけなかった。そうだ。私のスピーチで兄が喜んでくれるなら別に悪い話じゃない。ももが本心で何を考えているのかわからないけれど、改めて私はももの思いつきに乗ることにした。顔合わせの日から月日が経ち、ついに結婚式当日を迎えた。綿密な準備のおかげもあって、式は順調に進められていく。結婚式なんて初めてなので、慣れない空気に緊張していたが、それ以上にスピーチをうまくやれるか、不安で胸が押しつぶされそうだ。顔合わせの日のように拳を握りしめて手に汗を握っている私。異様に喉が渇いて水を飲もうとするけれど、手汗で滑ってうまくグラスを握れない。大丈夫。私なら大丈夫。サラちゃん、今日はおめでとさんね。この後スピーチよね。頑張ってね。はい。ありがとうございます。やだ、そんなに緊張しなさんなって。大丈夫よ。サラちゃんならうまくやれるわ。練習もたくさんして頑張ってたもの。おばちゃんが保証してあげる。ほら。ベテランで私をいつも可愛がってくれる中井さんがトントンと私の背中を叩いた。私はももにスピーチを任されて以来、毎日仕事終わりにスピーチの練習をした。
はじめは失敗続きの新人の頃のように一人でブツブツ練習していたが、その様子を見た仕事仲間たちが練習に付き合ってくれた。おかげで10人くらいの前なら緊張せずにスラスラとスピーチできるようになっていた。けど実際には何百人もの前で話すのだから規模が違う。ベテランの中井さんのおかげで少しは緊張がほぐれたが、それでも手汗は止まらない。そしてついに余興の時間がやってきた。ご来場の皆様、ご注目ください。モモの甲高い声が会場を包む。モモは突然席を立ち上がり、こちらへ向かってくる。そして緊張する私の手を引き、スタンドマイクの前に立たせる。モモは緊張する私の肩に手を置き、横から顔を近づけてスタンドマイクに向けて話す。これより新郎であるユウトさんの妹さん、サラちゃんが感動のスピーチをお届けします。実はこちらのサラちゃん、母子家庭で育ったのですが、なんと高校進学を断念し、中学卒業後すぐにこちらの旅館で働き始めました。住み込みでたった一人の親御さんであるお母様を助けようと、学歴やプライドといったすべてを投げ打って、今日の今日までこちらの旅館で中井さんとして働いてきました。モモは願ってもない私の紹介をしてくれた。おまけに家庭や母の紹介まで。まんまとお涙頂戴ストーリーに仕上げようとしてくる、その嫌みったらしいバカにしたような口ぶりには本当に腹が立つ。まだ若いのにとっても苦労人な女の子。そんな涙ぐましい人生を送ってきた中卒のサラちゃんによりますスピーチです。そしてなんとここにいる外国の来賓の方々にもわかるように英語でスピーチしてもらいます。それではどうぞお願いいたします。英語？今英語って言った？そうよ、サラちゃん。あれ？伝えていなかったかしら。大丈夫よ。サラちゃん、中学までは英語習ってたんだし。モモはまたわざとらしく嫌味をマイクで話す。周りはすっかり私が英語でスピーチするものだと思い、今か今かと私のスピーチを待っている。私が固まっていると、モモがニヤニヤしながら言った。長年こちらの旅館に勤めているサラちゃん。皆様もご存知の通り、こちらの旅館は外国人の方から根強い人気があり、日常的に外国人の方が訪れます。そして今お集まりの皆様の中にも外国人の方が多くいらっしゃいます。国際色の豊かな職場で長年経験を重ねてきたサラちゃんなら、とっても素敵な英語のスピーチができるでしょ。私だからと思ってサラちゃんにお願いしたのだけれど、それくらい簡単よね。確かにモモの言う通り、ここには多くの外国人が泊まりに来るし、顔合わせの日にも招待客に外国人が多いとは聞いていたけど、だからっていくらなんでも当日にその場で突然なんて、なんて意地悪なの？そうか、こうして私に大勢の前で恥をかかせようって魂胆だったのね。こんな素敵な晴れの日にどうしてこんなこと思いつくのよ。本当に嫌なやつ。そんなことを考えている間にも時間は待ってくれない。兄の方を見るとどういうことだと心配そうな顔をしていた。招待客もみんな状況が理解できていないような顔でひそひそと私の方を見て話している。何よ、早くしなさいよ。中卒って英語話せるのかよ。と笑いながらヤジを入れてくる人もいた。全身から冷や汗が出てくる。大粒の汗が背中を伝うのを感じる。どうしよう、どうしよう。サラちゃん、
負けんな、シャギッとしー。突然会場にさっき私を励ましてくれたベテランの中井さんの声が響いた。サラちゃん、あんたならできる。ほら、背筋伸ばして深呼吸。中井さんに言われるがまま、私は姿勢を正して深呼吸をする。よし、サラちゃんなら大丈夫。ほら、おばちゃんが保証してあげる。その声に呼応するように仕事仲間たちが次々に頑張れ、できるよと声を上げてくれた。みんな、よし、やるぞ。私は息を大きく吸って英語でスピーチを始める。せっかくアドリブで任されたんだもの。私は日本語で書いていた原稿は見ず、思うままに語ることにした。彼女の言う通り、私は賢いわけではありません。でも、母と兄からたくさんの愛をもらったからここまで頑張れました。そして、そんな大切な兄の結婚式に出られてとても嬉しく思います。尊敬する兄が結婚すると聞いたときはすごく嬉しかったし、兄の選んだ女性はどんなに素敵な人かと期待していました。でも、顔合わせの日、その期待はあっさり裏切られました。裏切られたという私の言葉を聞いて会場がざわつく。しかし、そんな様子をよそに、ももが顔合わせの日、人目につかないトイレで私と母のことを散々侮辱したってことをありのまま話してやった。会場のざわつきはさらに大きくなる。とはいえ、兄が選んだ女性です。兄にはどうか幸せになってほしいと切に願っています。お兄ちゃん、寂しくなるけど、たまには顔を見せてね。お母さんと待ってるからね。最後は兄のために。兄に今までの感謝を込めて語る。この時はいろいろな思いがこみ上げてきて涙が出そうになった。でもスピーチをしてる間、私はなんだか楽しくて仕方なかった。私が喋り終え、しんとしたと思ったその瞬間、会場は大きな拍手に包まれた。嬉しそうな母と兄、そして私が英語のスピーチをできると思っていなかったんだろう。ももが悔しがった顔をしている。自分の悪行も暴露されちゃったしね。ざまあみろだわ。私は会場を見回すと、そこにはアジア圏のお客さんがいることに気がついた。調子づいてきた私は続けて中国語、韓国語でもスピーチをした。会場のボルテージは一気に上がり、会場はスタンディングオベーション。割れんばかりの拍手と、すごいぞ、よく頑張ったという声が飛んでくる。その様子を見ていたモモは明らかに悔しそうな顔で自分のドレスをぐっとつかみ歯を食いしばっていた。私がこれだけ多くの言語を習得していた理由だが、それはこの職場の環境にあった。私が働いているこの高級旅館はアジアでは有名らしく、外国人観光客が多くやってくる。そんなこともあり、中井さんも国際色豊かで、タイ人、中国人、韓国人が混じって一緒に働いていたのだ。そして私は最近流行りのアイドルが好きで、休憩中にアイドルの動画を見ていたので、一緒に働く中井さんたちもそのことを知っていたのだ。その当時、韓国語がわからなかった私に、YouTube で動画を見ながら韓国人の中井さんが韓国語を教えてくれていた。そしてその輪はどんどん広がり、休憩中にはお互いに YouTube を見ながら言語を教え合うのが定番になっていた。しばらくして私はアイドルたちの話す言葉がわかるようになり、韓国語のみならず他の言語も使えるようになっていった。それはもちろん仕事でも役立ち、多くの言語を日常的に使い分けることが当たり前になっていたのだった。私は拍手に包まれながら自分の席に戻ろうと自信に満ちた顔でモモの顔を見た。するとモモは私に向かってきて鬼の形相で胸ぐらをつかみ、ぐっと顔を近づけて怒りを込めた声で言った。
ちょっとあんた、ふざけんじゃないわよ。私の顔全体にモモの唾が降りかかる。モモは顔を真っ赤にしながら私を揺さぶる。その表情はもはや怒りを通り越して恥ずかしそうに見えた。なんで顔合わせの日のこと全員の前でバラしたのよ。なんでって、口を開こうとすると兄が後ろからモモの肩をつかみ怒鳴った。モモ、それ以前の問題だろう。あの優しい兄が怒るなんて初めて見た。モモ、これはどういうことなんだ。顔合わせの日には英語のスピーチなんて言ってなかっただろう。それにその顔合わせの日、さらにあんな態度をとってたのか。母さんのことをあんな風に言ったのは本当なのか。兄は怒り心頭のようだ。モモに鋭い視線を向ける。モモはしばらく押し黙っていたが、兄の鋭い視線と止まらない会場からの大ブーイングにやっと口を開いた。ええ、そうよ、本当よ。だっておかしいじゃない。こんなに優秀なユウトさんと結婚できるユウトさんに見合う優秀な私の義妹が中卒よ。恥ずかしいったらありゃしないじゃないのよ。ユウトさんはイケメンで高学歴。でも妹は別に美人でもないし頭もないし。この恥さらし。散々わめいて疲れたのか、その場にへたり込むモモ。会場からは再びの大ブーイング。何よ、みんなしてそうやって。くそ、くそ。そうよ、あんたさえいなければ。あんたさえいなければ。モモはそう言ってまた私に向かってこようとしたとき、パシンという乾いた音が会場中に響き渡る。恐る恐る目を開けると、兄がモモに平手打ちをしたようだった。モモ、お前、サラのあのスピーチを聞いてもなおそんなことを。兄はうつむいて肩を震わせていた。なあ、モモ、俺とサラがここまで立派に育ったのは紛れもなく母さんのおかげだ。それにサラのスピーチを聞いただろう。サラは母さんに似てすっごい頑張り屋さんだ。そして俺に似て優秀だ。そうだろ。兄は涙を流しながらモモに訴えた。モモはまた顔を真っ赤にしてうつむいて押し黙っている。モモに限ってこんなことするなんて思わなかったよ。俺は正真正銘この血のつながった家族が一番大切なんだ。何度も話したことあったよな。モモなら分かってくれてる。そう思ってたよ。残念だったな。兄は決心したように大きく息を吐くと言った。結婚は白紙に戻そう。兄の言葉を聞いた瞬間、モモはバッと顔を上げた。そして涙をボロボロと流し、膝から崩れ落ちた。そのまま兄の足にしがみついて、ユウトさん、いや、お願い、それだけはやめて。許して。私が悪かったわ。母子家庭でも、頭がなくても、お母さんも妹さんも愛するわよ。だからお願い、それだけは。みっともなくすがるモモ。すべて自分が招いたことなのに。しかも反省してないようだ。兄の決意は変わることはなかった。後日、改めて兄はモモと正式に婚約破棄。モモとモモの両親から必死に謝られ止められたそうだが、やはり反省の色が見えなかったし、一度ああいうことを言った人間なんだからそう簡単に変わらないときっぱり切り捨てたそうだ。
しばらくの間は兄も寂しそうな顔をしていたけれど、それでも家族が一番大切だからと言ってくれた。そして、ももは勤めていた会社も退職する羽目になったという。結婚式に参加していたももの同僚が結婚式での一件を別の社員に話し、その噂がどんどん広がり、後ろ指を刺されるようになってしまったらしい。さすがのももでも居づらくなったようで、そのまま自主退社したとか。それから1週間ほどだろうか。平穏を取り戻した私のもとに兄から電話が来た。出てみると、それは何とも嬉しい知らせだった。なんとそれは、ももがもともと勤めていた会社が私をスカウトする内容だったのだ。結婚式に来ていたももの上司が私の多言語のスピーチを聞き、ぜひ我が社にと声をかけてくれたのだ。お世話になった旅館の上司、仲間たちに相談したら、みんな行っておいでと背中を押してくれた。私は育ててくれた旅館にお礼をして、ももがいた会社に入社した。多言語を操れるので、英語しか話せなかったももより重宝され、中江時代とはまた違う刺激的な生活を送っている。私は家を助けるため、学歴を捨てて中卒で社会に出た。ももみたいに私を学歴だけで判断してバカにするような人も少なくない。それでも私は学歴よりももっと大切なことがあると思う。それは経験をすることだ。身をもって多くのことを体験した方が世界が広がるし、人生も充実する。これからも頭でっかちにはならず、この体で多くを体験して日々に生かしていきたい。大人になろうよ。この店を手放すだけで、多少なりともお金入ってくるんだよ。それでいいじゃん。久しぶりに地元に帰ると、幼馴染の友香の両親が経営しているレストランが廃業危機になっていた。その原因を作ったのは、立ち退きを迫っているこのチンピラのような男だった。店に誹謗中傷を繰り返し、客足を遠ざけていた。あんたは人の心がないのか？こんな脅しみたいな手口まで使うなんて。俺はたまらず叫んでいた。友香たち家族が一生懸命守ってきた店を土足で踏み荒らすこいつが許せなかった。世の中金なの。強い奴が勝つ。そうだろ？その辺よーくわかってるはずだぜ。なあ、友香ちゃん。馬鹿にしたようにニヤニヤと友香を嘲笑っている。友香の怒りと悲しみが俺にも伝わる。友香の大事な場所をこいつらに奪い取られるわけにはいかない。俺は腹をくくった。どんな方法を使ってもこの場所を、友香を守ってみせる。懐かしいな。久しぶりの故郷の風景に俺はノスタルジックな気分になっていた。俺の名前は加賀誠治。まとまった時間が取れたので、数年ぶりに実家に帰省している。そして、幼馴染の家族が経営するレストランへ、挨拶がてら行くことにした。レストランあずみ亭。幼馴染の安住友香の一家が経営している素朴な佇まいのレストランだ。俺が小さい頃は結構繁盛していたが、久しぶりに見る店構えは以前よりもかなりガタが来ているように見えた。本来なら賑わう時間帯のはずだが、静かな様子に俺は思わずごくりと唾を飲み込む。まさか潰れたとかじゃないよな。母さんも何も言ってなかったし、よくよく見るとドアには営業中のプレート。よかった。営業はしているようだ。俺はほっとしてドアを静かに開ける。カランコロン。
涼やかなベルの音が鳴る。いらっしゃいませ。店内奥から声がかかる。パタパタと走ってくる音が聞こえる。お待たせしました。何名様で。店員が俺の顔を見て固まる。俺は軽く手を挙げて挨拶する。よう、久しぶり、友か。数年ぶりの再会に、なぜか変な緊張感が俺を襲い、口調がぎこちなくなる。聖司、帰ってきてたんだね。友か？久しぶりに再会した友かは、昔のような明るさはなく、どこか疲れているように見えた。昼時のレストラン店内。しかし、客は俺以外いなかった。コック服を身にまとった友かは、やはり元気がない。俺と友かは、近所に住んでいたこともあって、小さな頃からよく一緒に遊んでいた。うちは平凡なサラリーマン家庭だったが、友かの家は、友かのお父さんが昔からの夢だったレストランを開き、家族で切り盛りしていた。その影響もあって、友かは中学生の頃には、すでに料理人になることを決めていた。進学先に調理学校を即決していた。将来、パリで修行して一流シェフになるんだから。その時は、聖司にもご馳走してあげるね。そう笑顔で言っていた。それなのに、今の友かは、びっくりしたでしょ？まあ。俺の返事に、友かは苦笑いを返す。2年前、お父さんが倒れて、そのまま亡くなったのを知ってるよね。あの時は、葬儀に行けなくてごめんな。おばさんから聞いてたから大丈夫。気にしないで。それでね、それからはお母さんが一人で頑張ってたの。私も手伝うって言ったんだけど、お母さん頑固だから、全然話聞いてくれなくって。そうか。そしたらお母さん、精神的に疲れちゃったみたいで、あんなに大好きだった料理、できなくなっちゃった。ああ。友かのお父さんが亡くなる前から、俺は仕事が忙しくて、こっちに帰ってくることができなかった。実家にもほとんど連絡していなかったから、友かの家がそんなことになっているとは想像もしていなかった。友かや友かのお母さんの辛さを思うと、下手な言葉をかけることも戸惑われて、俺は何も言えなくなってしまった。私も都心のレストランで修行していたんだけど、お母さんが倒れて戻ってきたんだ。その頃にはもうこんな感じだったの。全然お客さんが来なくって。そう言って、無理に笑おうとする友かを見て、俺は胸が痛くなった。俺の記憶の中にも、この店でおじさんが真剣な顔で料理を作っている姿、おばさんが笑顔で接客している姿が鮮明に残っている。友か。何か原因があるのかと尋ねようとした時だった。店のドアが乱暴に開けられ、ドアベルの乱れた音が響く。いやー、今日もしけてるね。入ってきたのは、柄の悪そうな男だった。何しに来たんですか？友かの固い声が男に投げられる。友かちゃん、冷たくしないでよ。何も喧嘩しに来たんじゃないんだからさ。そう言って、ヘラヘラと笑っている。なんて失礼な奴なんだ。と俺が、その男を凝視していると、俺の視線に気づいたのか、男がこちらに凄んでくる。何見てんだよ。まるでチンピラだ。彼は私の幼馴染よ。変なことしたら、ただじゃおかないから。俺の前に立ち、毅然と男に立ち向かう。幼馴染ね。まあいいや。それで、この間のお返事、聞かせてもらおうかな。何度も言っています。お断りしますと。
はあ、現実を分かってないな。ここで折れないと、もっとひどいことになるかもよ。男の言葉に、友香の顔に怒りの感情が浮かぶ。あなたが、藤本さんがうちの料理はまずいとか、衛生状態最悪とか、デタラメを書き込むからこうなったんですよ。デタラメだなんて人聞きの悪い。グルメライターの俺が、ちょっと SNS でつぶやいただけでこうなるなら、それはもともとこの店に落ち度があったんじゃない？藤本と呼ばれたこの男は、どうやらグルメライターらしい。そして、この店の悪評を広めているのか。このやり方はまるで、いい加減なこと言わないで。ともかちゃん、大人になろうよ。この店を手放すだけで多少なりともお金入ってくるんだよ。それでいいじゃん。あんたがやっていることは最低だ。思わず口を挟んでしまった。でももう我慢の限界だった。誠治、部外者は黙っててもらえる？こんなおかしな話を聞いて黙ってなんかいられるか。でたらめなことを書いて、評判を落として自分の好きなようにしようなんて、よくそんな恥ずかしい真似ができるな。藤本は俺の反論が気に入らなかったようで、今度は俺に向かって凄んでくる。おい、お前、俺にそんな口聞いてただで済むと思うのか？さっきも言ったが、俺はライターだ。今までは SNS で留めていたが、本格的に記事を書いてもいいんだぞ。安住亭の料理は最悪だってな。藤本の言葉に、友香の顔が青ざめていく。そうなったら、こんなオンボロな店はすぐに潰れるだろうな。ああ、ついでに、女シェフの腕前はままごとレベルとも書き足すか？そうしたらこの業界では生きていけないかもな。はははと大笑いする藤本に、俺は強い嫌悪感と怒りが湧き上がる。安住亭だけでなく、友香の未来まで潰そうとする気なのか。わかったら、今すぐここから立ち退くんだな。歯向かうつもりなら俺は遠慮なく書かせてもらうよ、友香ちゃん。ニヤニヤした笑みを浮かべながら、カバンから取り出したノートをトントンと指し示している。おそらく取材ノートなのだろう。それを見た友香は、藤本を睨みつけたまま黙っている。ライターなんて聞いて呆れる。人の心も持たない。ただのクズじゃないか。俺の言葉に、藤本はかすかに反応する。クズ？あ、結構だね。金さえ稼げれば真実なんてどうだっていいだろうが。世の中が求めてるものを供給してやってるだけだ。悪びれもせずに言ってのける藤本は、さらに言葉を重ねる。俺はちょっと火をつけてやっただけ。たったそれだけでここまで廃れるこの店が悪いんだぜ。お袋さんも強情だが、娘も娘だ。さっさと手を引かないから痛い目に遭うんだよ。お前、いい加減に。俺の怒りが限界に達して、思わず藤本に掴みかかろうとした時だった。この店から出て行って。この店は絶対に潰させない。私が絶対に守ってみせる。友香の怒号に藤本もひるむ。今まで一度も聞いたことのない友香の怒号に驚いたことで、俺は冷静さを取り戻した。藤本さんでしたか？これ以上ここに居座るつもりなら、警察を呼びますが、いいですか？スマホを手にしてそう告げる。とにかく、早く出ていくことだな。警察はさすがに困るのか。藤本は捨て台詞を吐きながら、店を去っていった。店内は再び静かになった。肩で息をしていた友香だったが、ドアへと近づき、準備中のプレートへと掛け替える。誠治、ごめん、巻き込んじゃって。いや、俺の方こそごめん。二人で謝り、沈黙が流れる。なあ、友香、よかったら
話してくれないか？俺の言葉に迷った様子の友香だったが、事情を話してくれた。さっきお母さんが倒れたって言ったでしょ？この辺一帯にリゾート計画が持ち上がって、計画を主導している会社から立ち退きの提案があったんだ。でもお母さんはお父さんとの思い出のあるお店を手放したくないって拒否したの。そうしたら藤本が来店してきて、虫が入ってたってクレームをつけてきた。お母さんは真摯に対応したんだけど、その日のうちに SNS に悪評が書き込まれた。安住亭の主人の対応は高圧的で最悪。料理に虫が入っていた。衛生面が心配って。その日から毎日のようにクレームが来るようになった。あっという間に店の評判は最低になって、お客さんが来てないのに SNS には毎日クレームが書き込まれたんだ。友香の話すクレームの内容は、美味しくない、店が汚い、店員が不愛想など、よく聞くものばかり。名前こそ安住亭だったが、実際に提供しているメニューではないものに対してのクレームなどもあり、明らかに嫌がらせとわかるものばかりだったようだ。嫌がらせが続く中で、立ち退き要求もひどくなるばかりで、お母さんは料理ができなくなった。お医者様の話では心因性のものだろうって、すぐには良くならないって聞いて、私はここに戻ることにしたの。お母さんが守ったこのお店を守りたくて。友香は目を伏せたまま話を続ける。ここに戻ってきてからお母さんがどれだけ辛かったのか分かった。毎日怒鳴りつけるような電話がかかってきたり、クレームも続いた。藤本は頻繁にやってきて、今日みたいに早く立ち退けって言ってきて、お母さんが倒れたのは藤本のせいなのよ。あいつが来てからうちは、友香がぎゅっと拳を握りしめた時だった。店のドアが開いた。また藤本が来たのかと身構えたが、そこにいたのは友香の母親だった。友香、戻ってこないからどうしたのかと。あら、もしかしてそこにいるのは誠治くん？あ、おばさん、ご無沙汰しています。まあまあ、こんなに立派になって。お母さん、寝てなきゃダメだよ。こんな薄着で。友香が駆け寄り、母親の体を支える。大丈夫よ。もうこの子ったら心配性で。困ったように笑う母親を友香がなだめる。お医者様も体を冷やさないようにって言ってたでしょ？ほら、家に戻るよ。そう言って外へ出る。誠治、ごめん。少し待ってて。俺そう言い残し、二人は店を後にした。母親の体を心配する友香は、俺の目から見ても少し過剰なように見えたが、それだけ不安なのだろう。また倒れることになったら、と思うと、手を出さずにはいられないのかもしれない。そんなことを思いながら、俺はしんと静まり返った店内で、一人座っていた。しばらくすると、友香が戻ってきた。おばさんは？と聞くと、眠ってるから大丈夫。と返事が返ってくる。そして、少しの沈黙が流れた。お母さん、痩せちゃったでしょ？ああ、そうだな。昔は少し痩せなきゃって言ってたくらいだったのに。そう言うと、友香は泣き出した。私、どうしたらいいのかわからない。このお店をなくしたくないのに、どうしたら守れるのか、どうしたらお母さんを元に戻せるのか、わからないの。すすり泣く友香の姿を見て、胸が痛む。俺ができることがあるなら、何だってしてやりたい。俺にとっても、この店は思い出の詰まった場所なんだ。おじさんやおばさん、そして何より、友香の笑顔を守りたい。
友香が泣き止むのを待って、俺は声をかける。友香、俺にも手伝わせてほしい。え？泣いて赤くなった瞳の友香と目が合う。でも、今は仕事も一段落してちょうど暇なんだ。便利屋だと思ってこき使ってよ。友香に気を使わせないように少しおちゃらけた口調で言う。そして俺はグルレポフードライター加賀誠二と書かれた名刺を友香に渡す。グルレポってあの有名なグルメ雑誌じゃない。そのライターなんだね。誠二は夢、叶えたんだ。友香は顔を上げると眩しそうな表情で夢を叶えたことを称えてくれた。今はこれでいい。この肩書きがあれば友香も安心してくれるはずだ。本当のことを告げるのは全部終わった後でも大丈夫。ああ、だからさ、安住亭の復活の手伝いには最適だろう。遠慮なんてしなくていいからさ、友香。俺は友香に笑いかける。昔みたいに笑ってほしくて。少し考えた後、友香はありがとうと微笑みながら了承してくれた。そして俺たちは、安住亭復活を目指して、一時的に店を閉め作戦を練った。そして考えついたのが、提供メニューの整理、看板メニューの作成だった。これまでは、友香のお父さんが作っていた味を守るように、メニューは変えずにやってきたが、友香のお母さんが引き継いでからは、やはりメニュー数の多さに苦労していたらしい。そこで俺は、まずはメニューを削減し、特に人気メニューだったオムライスをメインに据えて、展開してはどうかと提案した。友香は昔からのメニューを変えることに少なからず抵抗があったようだが、少ないメニューで勝負することのメリットも感じていたようで賛成してくれた。そしてオムライスを選んだのは友香の得意料理であることも決め手の一つとなった。修行先のレストランでもオムライスは人気メニューだったため、友香自身まかない担当時などにも練習のためオムライスをよく作っていたそうだ。そしてその腕前は先輩シェフたちにも認められて、まかないにわざわざリクエストされるまでになったと照れながら友香が話してくれた。それならば安住亭の看板メニューとして十分勝負できる可能性がある。そして友香が何種類ものオムライスを試作してくれた。定番のケチャップからデミグラスソース、ホワイトソースをかけたもの。見た目の華やかさを狙ってドレスのような形の卵を乗せたもの。メレンゲにした卵を焼き上げふわふわ食感に、など様々なものを手際よく作り上げる友香の姿を見て、俺は素直に感心した。実際に友香が料理をする姿を見たのは数回しかない。それも昔の話だ。プロになった友香の姿は正直見惚れてしまうくらいかっこよかった。二人で試食しては悩む。そして悩み抜いた結果出した答えはシンプルなオムライスだった。友香が、安住亭といえばこのオムライスなんだよね。とぽつりと言ったのが決め手だった。チキンライスを黄色い卵でくるっと包んだ、ど定番とも言える形。昔馴染みの客も新規客も戸惑わないで注文できるように、奇抜なことはしないようにしようということで意見がまとまった。しかし、それでは何の売りもないオムライスになってしまう。そこで俺は地元の食材を使うことにこだわることを提案した。地元の農家さんとのコネはすでに安住亭にはあるし、幸運なことにここ最近注目されている養鶏農家さんがこの地方にいることを俺は思い出していた。かつてそのブランド鶏を取材させてもらったことがあって面識がある。安住亭は経営難に陥ってから仕入れに予算を割くことができず、卵や精肉は少しでも安い地方産や
海外産のものを使用していた。原価は今までよりも高くなってしまうが、地元産にこだわるという付加価値。まだ多くは出回っていない地元のブランド鶏という希少性。そして、安住亭の定番という三本柱をメインに据えることで、集客率や話題性としては申し分ないのではないだろうか。方向性を決めた俺たちは、とにかく各方面へと頭を下げ、最高のオムライスを作ることに尽力した。とはいえ、作るのは友果だ。味も見た目も間違いなく最高のものができると、俺は確信している。ならば、俺がやれることは、俺のライターとしての人脈を使って、宣伝活動の根回しをすることだ。友果がオムライス作りに奮闘する間、俺はあらゆる知り合いに協力を頼んだ。そして、リニューアルオープンの日がやってきた。予算のほとんどは、オムライス作りに投入したため、店の外装工事などに着手することはできなかったが、それでも、少しでも綺麗に見えるようにと、友果と二人でペンキを塗り直したり、花壇の手入れをしたりと頑張った。店内の清掃もバッチリ。というところで、オープン時間が迫る。やれるだけのことはやったはずだ。そう自分に言い聞かせ、俺は友果の肩にポンと手を置く。友果、大丈夫だ。きっとうまくいく。そう言って、にっと笑う。俺の笑顔に、友果も笑顔を返してくれる。うん、二人で頑張ったんだ。きっと大丈夫だよね。二人で力強くうなずき合う。そして、二人で入り口ドアへと向かった。目の前には、信じられない光景が広がっていた。長蛇の列がそこにあった。聖司、これ、夢じゃないよね。ああ、そうだな。どうしよう。なんかもう泣きそうだよ。おいおい、これからだぞ。しっかりしてくれよ、シェフ。そう言って、俺は友果の背中を軽く叩いた。友果は涙をキュッと拭き、笑顔になる。昔から変わらない太陽みたいに明るい笑顔だ。いらっしゃいませ。安住亭、これよりオープンいたします。その日から、連日行列ができるほどの盛況ぶりだった。友果も俺も目が回るような忙しさだったが、充実していた。友果のお母さんも、店の手伝いはできなくとも、休憩時間に差し入れを持ってきてくれたりと、俺たちをねぎらってくれた。友果は寝てなきゃダメって怒っていたけど、俺は友果のお母さんが以前より元気になったような気がして、密かに喜んでいた。そんなある日のこと。まだお客さんが残る中、その日の営業時間も間もなく終わるという頃だった。カランコロン、ドアベルが鳴り、俺たちはドアへと目を向ける。いらっしゃ。やあ、友果ちゃん、久しぶり。そこには、藤本と、もう一人の男が立っていた。あいつは、俺にはその男に見覚えがあった。何しに来たの？今は営業中よ。邪魔をするならお帰りください。友果の顔と声が一気に険しくなる。そんな怒らないでよ。かわいい顔が台無しだよ。そう言って、招かれざる客の男二人はニヤニヤと笑っている。今日はさ、幼馴染くんの方に用事があるんだよね。そう言って、藤本は俺の方を見る。何のご用でしょうか。俺の声も自然と硬くなる。久しぶりだな、加賀。まさかこんなところでウェイターに再就職しているとは。驚いたよ。藤本の隣にいる男が、油ぎった顔に嫌味な笑顔を浮かべながら声をかけてくる。お久しぶりです、新島さん。聖司の知り合いなの？友果の声に新島が答える。ええ、彼は私の部下だったんですよ。つい先日まではね。部下だった？それってどういう？友果ちゃん鈍いね。
幼馴染くんはこの新島さんの下にいたけど、ついこの間クビになったんだよ。でもこの前名刺。なんだ、まだ持っていたのか？勝手に我が社のライターを名乗らないでくれるか。もうお前はただの無職だろうが。新島の言葉に、友香がこちらを見る気配を感じる。俺は握った拳に、無意識に力を入れていた。新島さんから聞いたけど、あんた使えなくてクビになったんだってね。無職の分際で、あんなに俺に偉そうな口聞いてたってことかよ。笑えるぜ。藤本はそう言って、俺を指さして大笑いしている。ともかちゃん、こいつにどんな入れ知恵されたか知らないけど、無駄な抵抗はやめなって言ったよね。前みたいにまたお客さんいなくなっちゃうの、味わいたいわけ？藤本くんの言う通りだ。早くここを明け渡した方がいい。加賀を信用しているようだが、こいつは能なしだ。成功しているように見えるのもただの偶然。無駄なあがきをすればするほど、傷口は大きくなるだけだ。そして新島は、友香の方に一歩近づく。お嬢さんはそこまでバカな真似はしないと信じているよ。君のお母さんと違ってね。そして、クックックと、いやらしい笑みを浮かべる。俺は友香と新島の距離を取るべく、間に入る。友香にそれ以上近づくな。ふん、ナイト気取りのつもりか？無能なくせに女だけは作っているとはな。お帰りください。俺の後ろにいた友香が、新島と藤本に向かって、毅然とした態度で言い放つ。この店は、聖司のおかげで立ち直りつつあります。彼は無能なんかじゃありません。そして、私も聖司のことを信じています。あなた方には負けません。私も母も聖司も、あなた方に屈することなどありえません。その姿は以前とは違い、堂々としたものだった。店内にいたお客さんから拍手と歓声が上がる。そこでようやく、新島と藤本は店内に客がいたことに気づいたようだった。さっと顔色を変え、何も言わずに早々に店を立ち去っていった。お騒がせしてしまい申し訳ございませんでした。頭を下げる友香に続いて、俺も頭を下げる。気にしないで。それにしてもオーナー、かっこよかった。あんな嫌味な奴にはあれくらい言っていいのよ。スカッとしたわ。思わぬ3時に、俺と友香は顔を見合わせる。その時いたお客さんに、お詫びとしてドリンクやデザートをサービスして回り、その日の営業は無事に終了した。閉店後の店内で、俺は友香に真実を打ち明けた。新島たちの言う通り、すでに会社を辞めて、今は無職のこと。ライターにはなったものの、夢半ばで逃げ出したこと。真実は、すべてが終わってから話すつもりだったこと。俺の話を、友香は静かに聞いてくれた。そっか。でも聖司のことだもん。辞めたのは理由があったんだよね。俺は新島に解雇を宣告された日のことを思い出していた。今回はこの評価で記事を書け。いいな。新島に手渡された資料には、老舗レストランに対する酷評がずらっと書かれていた。こんなこと書けません。事実と違いすぎます。俺の言葉に、新島はデスクを叩く。その振動で、上に乗ってた書類がバサバサと床に落ちた。加賀、お前の意見は聞いていない。俺は書けと言ったんだ。大手雑誌社が刊行しているグルレポというグルメ雑誌はトップクラスの売り上げを出している。有名雑誌で内容は健全なグルメ雑誌だった。しかし、この新島という男が赴任してからは、嘘ばかりの記事を書けと、俺たちライターは強要されていた。強く反発した者は、次々と新島に辞めさせられた。おかげで、
今いるライターの半数は、新島お抱えの奴らになってしまった。噂では、新島が記事で店の評判を落とし、廃業や縮小に追い込み、その見返りに金を受け取っているとの話が、まことしやかに囁かれている。そして今回、俺に嘘の記事を書けと言ってきたのだ。当然だが、俺は首を縦に振る気はなかった。新島さん、このやり方は間違っています。こんなことしていたら、うちの雑誌は読者に見限られてしまう。それに取材を受けてくれるところだって。うるさい。俺に口答えしたらどうなるか分かって言ってるんだろうな。新島のこの言葉に怯えてきた。でももう、こんな生活はうんざりだ。こんな金にまみれた、嘘だらけの記事を書きたくてライターになったんじゃない。俺は書きたくありません。気づいたらそう叫んでいた。後ろにいる新島の息がかかった連中からは、にやついた気配が伝わってくる。そして、俺の言葉を聞いた新島は、眉一つ動かさずに俺に首を告げた。夢を叶えたなんて嘘ついて、本当は逃げ出したんだ。かっこ悪いよな、俺。言っていて、涙が目に滲んできた。あんなに夢見たフードライターの世界、目指したのは友果のため、とはもう言えなかった。現実の辛さに、理不尽さに心が折れて逃げてしまった。そんなことを考えていた次の瞬間、俺の両頬に痛みが走った。友果が俺の両頬を挟むようにして撃ったのだ。バカ政治、落ち込むことなんてないでしょ？逃げたっていいじゃない。あんな奴の言いなりで、書きたくない嘘を書くくらいなら逃げていいんだよ。友果の言葉が胸にストンと落ちてくる。夢だって、その時その時で変わっていいんだよ。私だって、今はパリじゃなくてここにいるでしょ。政治の夢も自分自身で変えていいんだよ。友果の笑顔が目の前にある。私は今の政治に助けられた。政治が助けてくれたから、安住邸にお客さんが戻ってきた。私もあいつらに立ち向かう勇気が持てた。政治のおかげ。私もお母さんも、このお店も、みんな政治に救われたの。私たちには政治が必要なんだよ。友果の笑顔が滲む。俺はいつの間にか泣いていた。もう、政治ってば、相変わらず泣き虫だな。そうからかう友果の声も揺れていた。友果は俺に救われた、と言ってくれた。でも、俺も友果に救われた。夢破れても、自分の心に正直であることを認めてくれた。何もない今の俺を必要だと言ってくれた。友果のおかげで、俺の心は一気に軽くなったんだ。ありがとう、友果。藤本や新島が来た日以降も、安住邸は連日満員だった。これまで同様嫌がらせはあったが、それを上回る高評価で、藤本たちの嫌がらせでは店に何の影響も与えられなくなっていた。そして、最後の仕上げにと、俺は昔のつてをたどって、とある人物に安住邸への来店を勧めた。50万人を超えるフォロワー数を抱えるグルメ界のインフルエンサーとして注目されている桜子さんだ。彼女自身も料理研究家としてレシピ本を出版し、さらにはグルレポをはじめとしたグルメ雑誌にも連載を持つ人物だ。まだ彼女も俺も駆け出しだった頃に一緒に仕事をする機会があり、意気投合し、プライベートでも仲良くさせてもらっている友人の一人でもある。そんな彼女に安住邸の話をすると、耳の早い彼女はすでに噂を聞きつけており、ぜひとも話題のオムライスを食べたいと言ってくれたのだ。桜子さんが安住邸のオムライスに太鼓判を押してくれれば、間違いなく安泰だ。友果に桜子さんが来店してくれるという話をすると、とても張り切っていた。張り切りすぎて心配になるくらいだ。
友か、あんまり無理するなよ。大丈夫。体力には自信あるんだから。そう言って、白い腕に力こぶを作りながら自慢げに見せてくる。しかし、友香は客足が戻って以降、お客さんをがっかりさせたくないと、翌日の仕込みが終わった後も、店内を隅々まで掃除したり、ガタが来ているところを修繕したりと、ずっと働き詰めなのだ。見かねた俺や友香の母親が止めるのも聞かず、友香は朝から晩まで働き続けている。俺は友香の体が心配だった。そして、最悪の事態が起こる。桜子さんが来るその日の早朝、友香は自宅で倒れてしまったのだ。聖司くん、友香が、お願い、すぐにお店に来て。友香の母親からの電話を受け、俺は急いで安住邸に駆けつける。中に入ってすぐに、なぜ友香の母親が店に来てと言ったのか理由がわかった。青白い顔の友香がコック服に身を包み、厨房に立とうとしていた。友香の母親はそれを必死に止めていた。聖司くん、友香を止めて。おい、友香。俺は友香に駆け寄り、肩をつかむ。大した力をかけなくても、友香の体はこちらへと向いた。聖司、おはよう。のんきに挨拶してる場合か？そんな顔色で料理できるわけないだろう。俺は思わず大きな声を出していた。友香を無理やり椅子に座らせる。でも、私がやらなきゃ。ダメだ。友香は休め。今日は店を閉めるしかない。俺の言葉に友香が叫ぶ。ダメ。今日もお客さんが待ってる。それに、今日は桜子さんだって。シェフである友香が倒れたんじゃ、今日の営業は無理だ。桜子さんには俺から謝っておくから、お前は家に帰って休め。そんなのダメだよ。聖司がせっかく頼んでくれたのに。友香はダダをこねる子供のように、いやいやと首を振っている。どんなに俺が声をかけても、聞く耳を持とうとしない友香に手を焼いていると、友香の母親が目線を合わせるように座り、なだめるように友香の頭を撫でる。私がやるわ。だから友香は休みなさい。小姉は優しくとも、芯の通った声で友香に声をかける。俺はその言葉を黙って聞いていた。何言ってるの？お母さんは寝てなくちゃダメよ。体に触るわ。大丈夫よ。そう言って、自分のカバンからエプロンを取り出す。昔から友香の母親がこの店でつけていたエプロンだ。お母さん！ねえ、聖司もお母さんを止めて。お願い。俺の腕を掴んで友香が叫ぶ。その手に、そっと自分の手を重ねて、友香の目を見つめる。友香、おばさんに任せよ。何言ってるの？聖司だってお母さんの病気のこと知ってるでしょ？これでまた倒れたら、お母さんまでいなくなっちゃう。そんなの嫌。取り乱して固く握る友香の手を両手で包みながら、友香の母親が話し始める。実はね、お母さん、友香に内緒で練習してたの。え？料理の？そう。友香が寝ている早朝とか夜中にね。そう言って、俺の顔を見る。聖司、知ってたの？ごめん友香。俺も知ったのはつい最近なんだ。私がお願いしたの。友香には言わないでって。知ったのは本当に偶然だった。忘れ物に気づき深夜に店に取りに戻ると、厨房の明かりがついていた。友香がまだいるのだと思った俺は、戸惑いなくドアを開けると、そこにいたのはエプロン姿の友香の母親だったのだ。手元を見れば、不格好なオムライスがフライパンの上でジュージューと音を立てていた。まだ本調子じゃないけれど、友香や俺のおかげで体調が落ち着いてきたこと。友香が毎日楽しそうに話す最近の安住亭の話を聞くうちに、
料理を作りたい気持ちが芽生えたこと。何より、頑張る娘のために、母として何かしたいと強く思っていたこと。卵が破けて、色ムラのあるチキンライスがはみ出すオムライスを前にして、友果の母親の気持ちを聞いた俺に、どうか友果には内緒にというその願いを断る術はなかった。あの日の出来事を伝え、俺は友果に再び謝る。友果は黙ったままだった。俺たちを残し、友果の母親は厨房へと向かう。そして、多少のぎこちなさは残るものの、数分後にはオムライスが運ばれてきた。あの日の出来栄えとはまるで違う。綺麗な形をしたオムライスがそこにあった。友果、食べてみて。そう言うと、友果の母親はそっと友果にスプーンを手渡す。そのスプーンを友果は何も言わずに受け取った。いい匂い。友果はそうつぶやくと、オムライスを口へと運ぶ。わずかな沈黙の時間。おいしい。おいしいよ、お母さん。友果の目には涙が溢れていた。私、ずっと後悔してた。お父さんがいなくなった後、お母さん一人にこのお店を背負わせたこと。そのせいで、お母さんは大好きなお店も料理もできなくなった。私が自分の夢だけしか見てなかったから、だから怖かったの。お母さんにこれ以上無理させたら、お母さんまでいなくなっちゃうって。ごめんなさい。ごめんなさい、お母さん。友果のせいじゃない。私のせいで友果の夢を壊してしまったから、ずっと友果に申し訳なかった。こんなに頑張ってくれているのに、何もできない自分が悔しかった。でも、またこうして、友果のためにできることが見つかってよかった。友果のおかげよ。本当にありがとう。苦労をかけてごめんね。お母さん。二人は抱き合って涙を流していた。二人とも、相手を思いすぎて、少し行き違っただけだったんだ。友果の母親が、今日の調理を担当することで、友果も納得し、営業時間を急遽短くする旨を、店の外やホームページ、SNS にて通知し、営業を行った。少し休んだ友果も、無理をしない程度に簡単な準備や戸惑う母親をサポートしていた。予定通り桜子さんも来店し、安住亭の看板メニューのオムライスを完食していった。営業中だったから、ゆっくり話すことはできなかったが、桜子さんは友果と友果の母親に、とても美味しかったですと満面の笑顔でお礼を言っていた。そしてその日のうちに、桜子さんの SNS には、安住亭の地元食材とブランド鶏を使った絶品オムライスのことが書き込まれ、瞬く間に反響が広がっていった。あれから数ヶ月経った今も、安住亭は大繁盛していた。店内を切り盛りしているのは、仕事着のエプロン姿の友果の母親だ。まだ本調子とは言えないため、1日限定30食など体調を考慮しながら営業している。また、ネットで予約を取り始めたことで、友果の母親も営業終了時間までの目処が立ちやすくなり、働きやすくなったようだ。もっと体が回復すれば、もう少し予約の枠を増やせると、目標もでき嬉しそうにしていた。俺は、今回の安住亭復活の経緯を、友果たちに許可を取って記事にした。すると、それが世間で話題になり、俺はライター業へと復帰することができた。過去に書いた記事なども取り上げられることも増え、内容の信用性の高さ、丁寧な文章などが好評だったようで、一躍人気フードライターと称されるほどになった。また、安住亭の話題性と桜子さんの助言もあって、フリーでコンサル業を始めた。とは言っても、相談に乗るくらいなのだが、自分のライター時代の経験や人脈をもとに、いくつかの戦略を立てられることもあって、なかなか好評だったりする。俺の仕事も軌道に乗り始めた頃、元上司の新島が、
俺の元へ連絡をよこしてきた。ライターだった俺を連れ戻せと上からせっつかれたようだ。今なら前の給料の倍は出すから、うちに戻ってこないかな。新島さん、俺は安住邸と友果やおばさんにしてきたことを絶対に許すことはできません。あれは俺の言葉に、新島はゴニョゴニョと言い訳を並べている。俺はあなたを告発します。安住邸だけじゃない。他の複数の店舗でも同じように嫌がらせをしていたようですね。藤本をはじめとしたあなたのお抱えライターを使って、社外にもそういうお仲間がいたとは驚きでしたが、ちょっと調べればボロボロと出てきましたよ。それとあなたが解雇したライターの仲間たちも数々の証拠を持っているようです。仲良しのお仲間と一緒にあなたを地獄に叩き落としてやりますから、その時を楽しみにしていてくださいね。俺の一言に新島は言葉を失っていた。俺は構わず電話を切った。証拠が揃っているのは本当だ。安住邸の件があってから、俺は俺と同じように解雇された元同僚たちに声をかけ、新島や藤本に苦しめられた店や人々を徹底的に探し出し取材した。人の心を持たないような奴らが甘い汁を吸うための腐った業界には絶対にしたくなかった。友果が俺を認めてくれた時から、俺は必ず友果を助けることを誓うと同時に、俺自身も救うことを心に決めたのだ。俺は先日取材したラーメン屋の記事を書き終え、メールフォルダーを開く。そして最新の日付のメールを開く。そこにはパリの有名レストランの前で、同僚たちと共に笑顔で映るコック服の友果の姿があった。安住邸を軌道に乗せてからも、友果は母親と一緒に店を支えると言っていた。しかし、友果の母親がそれを止めた。夢を追いかけなさいと。そして、渡航の資金にと、友果に通帳を渡したのだ。友果はその大切な資金で夢の地、パリへ旅立つことを決めた。旅立ちの日、俺たちは互いに夢を実現しようと誓い合った。友果は自分の店を持ち、星を獲得するような店にすること。俺はライターとして出版社を立ち上げ、友果の店を取材すること。長い道のりではあるが、どんなに辛くても、あの時の友果の言葉が、笑顔が、俺を強くしてくれる。私も、聖司が私を信じてくれるってわかってるから、どこでだって頑張れるよ。笑顔で言う友果を、俺は一目もはばからず抱きしめた。絶対にパリに会いに行くから。うん、待ってる。俺は安住邸の出来事を通して、人の心の強さを知った。人は誰かのためになら、どこまでも強くなれる。互いを信じることで、その力を何倍にも高めることができる。俺と友果は今、昔とは少しだけ変わった夢に向かって進んでいる。信じ合える大切な人のために、俺たちはこれからも自分の道をまっすぐ歩く。そしていつか互いの人生が交わり合う幸せな未来が来ることを心から信じている。わー！俺の体はそのまま勢いよく山の斜面を下まで滑り落ちていった。何するんだ！薄暗い山奥で急に歩道から突き落とされた俺。どれだけ転がり落ちたんだろう。体中が痛い。突き落としてきたのは俺の学生時代の元カノだった。10年ぶりに社員旅行で再会したのだが、俺がこの場にいることが許せないらしい。あんた、中卒の貧乏人のくせに、私たちと一緒に旅行なんて生意気なのよ。私の目の前から消えてちょうだい。一生ね。そうそう。いいこと教えてあげる。ここ、夜には熊が出るみたいだから、せいぜい気をつけて。
そう言い放つと、彼女は呆然とする俺を置いて去って行ってしまった。登って行って抗議してやろうと立ち上がり、足に力を入れると、ズキンと強い痛みが走った。一人でこの斜面を登ることは不可能だ。あたりはだんだんと暗くなっていく。スマホで連絡を取ろうと試みるも、電波がない。絶対絶命のピンチだが、俺はこの数時間後に奇跡的に彼女の悪巧みを暴くことに成功する。そして、彼女の衝撃の事実を知ることとなる。この話は、中卒の俺が人生を大逆転することができたサクセスストーリーだ。俺の名前は関口和也。俺の住む町は工場がたくさんある町で、俺の父親も細かい部品を作る小さな町工場を営んでいた。俺が生まれる前の全盛期には、全国から様々な部品の注文が殺到していて、休む暇がなかった。というのが、父から聞く自慢話だった。俺も大きくなったら、父と一緒に工場で働くんだ。幼い頃からそう思って生きてきた俺は、中学に入ると少しずつ父の手伝いをするようになった。最初は部品の材料を仕分けたり、運んだりするだけだったが、そのうちに父は機械を使って部品を作る技術を教えてくれるようになった。工場の機械は大きくて巻き込まれると危険なものが多いから、ちょっとした不注意が事故につながることがある。そういう時はこっぴどく怒られた。それでも仕事を手伝うのが嫌になることはなかった。それよりも職人さんたちと一緒に黙々と作業している父がかっこよくて、早く父と肩を並べて仕事をしたいと思っていた。しかし、ここのところ大手企業がこぞって部品生産を海外工場に移してしまったため、工場の経営はあまり良くなかった。高校に進学した頃には、企業の国内工場離れがより一層顕著になった。父の工場は毎日ギリギリの綱渡り稼働を続けていた。そんな時、俺に彼女ができた。名前は岡田綾乃。栗色のふわふわした髪の毛をゆるく巻いているおしゃれな子で、校内一可愛いと噂されているとびきりの美人だ。私、関口くんのことが好き。私と付き合って。俺？油臭い工場で育った俺が、まさか校内一の美人から告白されるなんて思ってもいなかったから、びっくりしてすっとんきょうな声を上げてしまった。関口くんって社長の息子なんでしょ？毎日お父さんの仕事を手伝ってるって聞いたわ。まあ、社長って言っても小さい会社だし、工場だけど。でも社長でしょ？お父さんを手伝ってるなんてすごいじゃない。私、そういう真面目なところが好きよ。こんなに可愛い子からそんなことを言われて、舞い上がらない男子がいるわけがない。油とすすで汚れ始めた自分の手が誇らしくなった。ありがとう。じゃあ、よろしく。俺はどぎまぎしながら手を差し出し、綾乃はゆっくり俺の手を握り返してくれて、俺たちの交際はスタートした。しかし、実際に付き合ってみると、綾乃はかなりめんどくさい女の子だった。友達には付き合ってることを内緒にしてほしい。と言って、そっけない態度を取られる。でも、綾乃からの連絡には、すぐ返事をして。返事くれないと浮気しちゃう。と、催促されるのだ。おかげで、
俺はスマホを手放せなくなった。さすがに工場で仕事の手伝いをしている時だけは放置することになるのだが、運悪く、その時間に綾乃から連絡が来て返事が遅れると、次の日は一日中ご機嫌取りをしないといけない。その割に、こっちからの連絡には気が向いた時しか返事をしない。さらに、休みの日のデートはやたらと高価なものをおねだりされる。またアクセサリー買うの？この前も新作って言って買ってなかったっけ？いいでしょ？だって、このブランドのネックレス、絶対綾乃に似合うんだから。和也だって、私が可愛い方が嬉しいでしょ？それは、そうだけど。でしょ？ほらほら、早く試着しよう。ねえ、後ろのホックつけて。困ったことに、こうやって小首をかしげて上目遣いでこちらを見てくる綾乃は、めちゃくちゃ可愛いんだ。俺たちはまだ高校生だし、そんなに毎回高価なものを買わなくったっていいと思うんだけど、可愛い顔にはかなわない。ついつい、俺も綾乃の言う通りに全部プレゼントしてしまう。平日に連絡が遅れて不機嫌だった綾乃も、こうやってプレゼントすればすぐ機嫌が治るわけで、俺は平日は工場の手伝いに精を出し、休日は綾乃とのデートを楽しんだ。でも、そんな幸せだと思っていた時間も長くは続かなかった。なんとかギリギリの状態で稼働してきた父の工場も、職人の高齢化と昨今の不況による大企業からの取引停止が続き、とうとう立ち行かなくなってしまったのだ。ここ最近は赤字続きだったらしい。さすがにこれ以上損失が大きくなる前に、と、父は工場を畳む決意をした。慣れ親しんだ工場が取り壊されるのを見るのは胸が痛かった。工場が倒産したことや、俺の家族が莫大な借金を抱えて小さな安アパートに引っ越したことは、瞬く間に同級生の間に知れ渡った。そして、その日のうちに俺は綾乃に振られた。ちょっと待ってよ。今まで仲良くやってたじゃん、俺たち。仲良く？そんなの、あんたが勝手にそう思ってただけでしょ？あんたなんて、全然タイプじゃないんだから。私が付き合ってあげただけ、ありがたいと思いなさいよ。なんだそれ、どういうことだよ。あんたなんて、社長の息子だって言うから付き合ってあげてただけなのよ。会社が潰れて借金まみれの男なんて一緒にいる価値ないわ。だいたい、私があんたみたいな不格好で油臭いやつを本気で好きだと思ってたの？別にあなたがいなくたって、私、他にも付き合ってる人いるんだから。驚くほどの手のひら返しに、俺は目を白黒するしかなかった。綾乃は、社長の息子という俺の肩書きに目をつけ俺に近寄ってきただけで、俺のことが好きなわけでも何でもなかったというのだ。さらに、同じ高校の先輩と後輩に加えて、大学生、社会人とまで同時に付き合っていたという。みんな社長の息子だったり、将来有望なエリートだったり、お金を持ってそうな奴らばかりだ。それぞれの男に愛想を振りまいて貢がせているらしく、肩書きも金もなくなった俺は用済みということらしい。なんだよそれ。俺、騙されてたのか。じゃ、そういうことだから、二度と私に近づかないでね、貧乏くん。そうして、綾乃は俺の前から去っていった。綾乃と破局した後、俺は高校を中退した。噂話が広がり、学校に居づらくなったのもあったし、家族が抱えた借金を返済するために、
必死な両親を見ていたら、俺も手伝わなくては、という気持ちになったからだ。とはいえ、高校中退の学歴では、まともな就職先なんて見つからない。それでも、父が何度も頭を下げてくれたおかげで、なんとか父の知り合いの工場に勤めることが決まった。はあ、うちも大変なんだけどね。何の資格も持ってない小坊主を押し付けられても困るよ。坊主、うちの工場は厳しいからな。身を引き締めろよ。ここは、主にメガネ用の細かい部品を作っているようで、今まで見たこともない小さな部品がたくさん並んでいた。細かい上に精密さが求められる部品ばかりで扱いに苦労する。実家の工場を手伝ってたとはいえ、見習いレベルの俺はお荷物だ。周りはベテランの職人ばかり。工場長をはじめ、メンバーからは全く歓迎されなかった。それに、実家の工場とは道具やルールが違うので、一から覚え直すのは大変だった。手順を間違えると、容赦なく罵声が飛んでくる。ピリピリした雰囲気に、体が押しつぶされそうになりながら、なんとか作業をこなす日々。お疲れ様、関口くん。あ、五十嵐さん。そんな俺の唯一の楽しみは、昼休みだった。昼食代も節約したい俺は、他の職人たちが近くの食堂に行くのについていかず、工場の隅で母の握ってくれるおにぎりを頬張っている。ちょうど事務部員の五十嵐さんも同じ時間に休憩に入るのか、休憩時間になるといつも俺に話しかけてくれた。メガネをかけ、長い髪を後ろできっちりとまとめた清潔感あふれる五十嵐さん。俺には頼れる姉のような存在だ。今日もずいぶん怒られてたけど、大丈夫？あれは手順を間違えちゃった俺が悪いからしょうがないよ。でも、工場長もあんなに大きな声で怒鳴らなくてもいいのにね。仕方ないよ。一つ間違ったら大きな事故につながるような機械を動かしてるからね。早く手順を覚えて一人前になれるように頑張らないと。関口くんってすごく前向きね。そうかな。うん。そういうところ、すごく魅力的よ。私、関口くんのことを応援してるから。頑張ってね。五十嵐さんはいつも俺のことを褒めてくれる。工場の仕事は辛いし苦しいけど、こうして誰かが俺を認めてくれるだけでものすごく頑張れる。ここまで育ててくれた父と母にも恩返しがしたいし、早く技術を覚えて一人前になろう。くじけそうになる日もあるけれど、応援してくれる人がいることが俺の心の支えだった。それから必死に努力した俺は、働き始めて数年が経つ頃には、機械の動かし方や製作の技術を認められるようになっていた。作業に必要な資格も取り、あの時俺のことを使えない坊主と言っていた工場長にも、この作業は関口に任せておけば安心だ、と言ってもらえるまでに成長した。それだけではない。実は、こっそり五十嵐さんにプレゼントしようと思って、試しに作ってみたメガネ型のアクセサリーがある。それを、たまたま来訪していた本社の人が気に入ってくれて、あれよあれよという間に、新商品として展開してくれたのだ。これが、若い人の間でさりげないおしゃれとして大流行。今話題の芸能人やインフルエンサーの宣伝効果もあり、会社の業績はうなぎ登りに。今では本社にアクセサリー部門が設置されるまでになった。
自分の努力が認められるって嬉しいな。辛いこともあったけど、これからもこの会社で頑張ろう。俺は、ますます仕事に精を出すようになった。この会社に就職して10年が経った。我が社は若者向けのアクセサリーや雑貨が大ヒットして急成長。ここのところ不況で開催できていなかった社員旅行を10年ぶりに行うことになった。と言っても、これは取引先と合同で行う社員旅行で、接待旅行の側面も持つ。とはいえ、実家の工場が倒産してからというもの、節約ばかりで旅行など行けなかった俺にとって、今回の社員旅行はとても楽しみな企画だった。俺は、喜び勇んで集合場所に向かった。あなた、もしかして和也？バスに乗り込む直前、後ろから声をかけられ振り向くと、どこか見覚えのある女性が立っていた。綾乃だ。綾乃？昔は新しいもの好きで派手な印象だったけど、大人になったからか、ハイブランドのバッグや靴を身につけている今は、以前より落ち着いた格好をしている気がする。それはそれで、大人の女性って雰囲気があって、やっぱり可愛い。腕には取引先メーカーの高級腕時計をつけている。そうか。綾乃は今回の取引先の社員だったのか。なに？あなたもこの旅行に参加するの？そうだけど。相変わらず、貧乏臭い格好ね。綾乃は俺の全身をじろじろと見回してそう言った。油臭いやつと同じバスなんて、匂いで酔っちゃうかもしれないわ。ひどい言われように、俺はムッとした。確かに綾乃の勤める取引先は、国内では高級腕時計で有名な大手メーカーではあるから、俺の会社のような工場上がりのところとは違うのかもしれないけど、それにしたって、俺たちはもう子供じゃないのに、そんなことを言うなんて。一方的に別れを告げられた時はショックだったけど、あの時別れておいてよかった。いくら美人でも、そんなひどいことを言う奴はこっちから願い下げだ。とはいえ、これは綾乃の会社との合同社員旅行だしな。綾乃は取引先側だ。ここは穏便に済ませないといけないよな。人はそんなに変われないよ。綾乃だって昔と変わらないな。綾乃は俺のことはお構いなしで、俺の後ろからやってくる人物に手を振っている。振り向くと、背の高い青年が見えた。あの人、私の婚約者なの。会社社長の息子よ。あんたも昔はそうだったっけ？あんたんところは潰れて、借金まみれで惨めだったけど、彼は頭もいいし、将来有望なの。肩書きのいい男を好むところも、相変わらず変わらないな。まあ、もう俺には関係ないことだし、あくまでも取引先だと思って接すればいいよな。勝ち誇ったような笑顔の綾乃に社交辞令の返事をすると、俺はバスに乗り込んだ。2社の社員たちを乗せたバスは、順調に高速道路を走り、とある大きなサービスエリアに立ち寄った。外は雲一つない快晴で、青空の中に青々とした山がよく生えている。狭いバスの車内から外に降り立った俺は、一度大きく伸びをした。こんにちは。関口さんですよね。はい、そうです。
不意に後ろから声をかけられ驚いて振り向くと、そこには、綾乃が自分の婚約者だと言ってた青年が立っていた。はじめまして、松尾と言います。岡田綾乃の婚約者です。ああ、綾乃の。はじめまして、関口和也です。すみません、いきなり話しかけちゃって。綾乃から、昔付き合ってた人が偶然社員旅行に参加してる、なんて聞いたものですから、話をしてみたくて。いやー、ものすごい偶然ですよね。まさかこんなところで再会するとは、思ってもみなかったです。俺は愛想笑いを浮かべた。どうせ綾乃のことだから、俺や俺の家族のことをボロクソに言ってるんだろうな。それとも、婚約者の前では猫をかぶってるのかな。実は、少々お聞きしたいことがありまして、学生時代の綾乃って、どんな子だったのか教えていただいてもいいですか？そうだな。いきなりそんなことを言われても、すぐには言葉が出てこなかった。今思い返せば、俺たちは本当に付き合っていたのかと、突っ込みたくなるような扱いを受けていた気がするからだ。高校生という身の丈に合わないような高級なアクセサリーや化粧品をいくつも貢がされた気がするし、そういえば、付き合ってる時からごまたされてたんだっけか。あれはただカモにされただけじゃないか？で、そんなことを婚約者である彼に伝えていいのだろうか。まあ、今とはあんまり変わらないですね。何か記憶に残るエピソードとか。ちょっと、二人で何話してるの？俺たちの姿を見つけた綾乃が向こうから走り寄ってきた。さりげなく松尾さんの腕を取り、自分たちの仲を俺に見せつけてくる。僕の知らない君のことを教えてもらおうかと思って。やだ、高校時代なんて大して面白い話はないわよ。綾乃は余計なことを言うんじゃないわよ、と口と目で合図してくる。どうやら婚約者には猫をかぶっているらしい。仲が良くて羨ましいです。俺はそんな風に愛想笑いで返事をしながらその場をやり過ごした。しかし、その時俺は気づかなかった。綾乃がずっと俺に冷たい視線を送っていたことを。バスは予定通り進み、目的地へとたどり着いた。山奥の温泉街で、ロープウェイに映る見晴らしのいい展望台からぐるっと周辺の景色が一望できる。これから夕食の時間までは自由時間だ。ロープウェイで展望台までやってきた俺は、綾乃に声をかけられた。ねえ、和也、話があるんだけど。俺に？うん。この先にもっといい休憩場所があるから、そこまで一緒に行かない？ちょっと相談したいことがあって。俺に？うん。和也にしか相談できないことなの。俺たちは展望台の横にある散策道に入っていった。深い緑が生い茂り、湿気のある道を進んでいくと、和也。私、やっぱり和也とやり直したいなーって思って。と、綾乃が切り出してきた。唐突にそんなことを言われ、足を踏み外しそうになるほど俺は驚いた。いや、さっき婚約者の松尾さんと話したけど、いい人じゃないか。綾乃には松尾さんみたいな人がお似合いだよ。確かに、松尾さんはいい人だけど、ちょっと刺激がないのよ。いつの間にか結構奥に進んできてしまった。
木が生い茂っているからか、周囲が薄暗くなっている。私、やっぱり和也みたいな人の方が自分に合ってるかもって思って。今日和也に会って一緒に過ごしてた日々を思い出したら、松尾さんより和也に惹かれてる自分がいて。そっと俺の腕に触れて、上目遣いで俺を見る綾乃。相変わらず可愛いわね、和也。ほら、ここよ、と言って、綾乃が立ち止まった場所は、そこだけ木々がまばらになっていて、山の向こうの景色がよく見える場所だった。日が傾き始めた空には、深い緑が鮮やかに映っている。ほんとだ。いい景色だね。隣に立っている綾乃の方を向いた時だった。綾乃がぐっと俺の体を押したせいでバランスが崩れ、俺は散策道のロープを乗り越えてしまった。緩やかな傾斜のある斜面は少し湿っていて、とっさにロープを掴んでバランスを取ろうとしたことで、かえって力が入りすぎたのか、足元が崩れた。わあ！俺の体はそのまま勢いよく下まで滑り落ちていった。何するんだ！幸い、斜面の途中に平らになったところがあり、そこでどうにか体勢を立て直すことができた。尻餅をついたまま散策道にいる綾乃を見上げると、勝ち誇ったように悪い笑みを浮かべ、俺を見下ろす綾乃がそこにいた。いい君。あんたみたいな貧乏人はそこがお似合いよ。上から降り注いでくる言葉に目を見開いて驚く俺。最初からこれが目的だったのか？自分の置かれた状況があまりにも信じられない。登っていって抗議してやろうと立ち上がり、足に力を入れると、ズキンと強い痛みが走った。ドロドロになった服。左足首に走る激痛。どうやら足首をひねってしまったらしい。一人でこの斜面を登ることは不可能に思えた。私の彼に余計なことを吹き込もうとしたあんたが悪いのよ。この邪魔者。あんたなんて、この私がお情けで付き合ってあげただけじゃない。それなのに彼氏だったなんて言っちゃってさ、思い上がるのもいい加減にしなさいよ。いや、俺何も言ってないし、っていうか、そんなことだけでこんなことするか？一歩間違えれば俺、崖に落ちてたぞ。はぁ？そんなの私の知ったこっちゃないわよ。とにかく、あんた邪魔だから。もうここで消えてちょうだい。二度と私の目の前に現れないで。そう言い捨て、綾乃はその場を去ろうとする。綾乃、ちょっと待って。頼む。誰か人を呼んでくれないか？足に違和感があってそこまで登れないんだ。お前のことは何も話さないって約束するから。は？あんたバカじゃないの？なんで私があんたを助けないといけないのよ。あんたは、金輪際私の人生に関わらないでほしいからどうなろうと知ったこっちゃないのよ。ああ、服も体もドロドロになって、昔のあんたの汚い工場にいた頃みたいね。あの時も油だらけで隣にいると臭かったのよね。ああ、そうそう。いいこと教えてあげる。ここ、夜には熊が出るみたいだから、せいぜい気をつけてね。そう言い放つと、綾乃は呆然とする俺を置いて、散策道を戻って行ってしまった。試しにその場で立ってみようと思ったが、やはり左足の痛みが強く、断念せざるを得なかった。あたりはだんだんと暗くなっていく。スマホで連絡を取ろうと試みるも、電波がない。
奥の茂みがガサリと揺れた。そういえば、この辺りは野生の動物が多く生息しているって、ロープウェイの放送でも言ってたっけ？俺は息を飲んで、依然ガサガサと揺れ続ける茂みを見つめた。一方、夕食の時間になり、宿に戻った社員たちは、集合時間を過ぎても俺が帰ってこないことに気がついた。この社員旅行の進行役を任されていた五十嵐さんは、俺のスマホに何度も連絡をくれたみたいだが、俺は県外の場所にいたので繋がらなかった。参加者がざわざわと騒ぎ始めた頃、そういえば関口さん、女性と展望台の方に行くのを見ましたよ。と、ある社員が五十嵐さんに言った。そうそう、あの女性。そう言って指をさしたのは、綾乃だった。ああ、私、関口さんの同級生なんですよ。たまたまこの旅行で再会して、なんだか関口さん、悩み事があるって言うんで、話を聞きながら一緒に散歩したんです。でも、すぐに別れましたよ。関口さんはまだ残るって言って、森の方に進んでいきました。私、暗くなるから止めたんですけどね。まだ戻ってなかったなんて。白々しく俺を心配するふりをする綾乃。それを聞いた宿の人が、大変、あの辺は熊が出るんですよ。と、顔を真っ青にして叫んだ。その場にいた全員の顔が凍りつき、あらぬ想像をしていた時だった。小さなトラックが宿の前に止まり、一人の男性が出てきた。そう、何を隠そう俺だ。ここまで運んでくれた猟友会の方にお礼を言い、トラックを見送る。関口さん、無事だったんですね。俺の姿を見た途端、五十嵐さんが俺に駆け寄り、足首を痛めて歩き方がぎこちない俺をぎゅっと抱きしめてきた。五十嵐さん、ちょっと。すみません。つい。よかった、無事で。すると、騒ぎを聞きつけた社員たちが次々に現れ、俺の無事を喜んでくれた。それにしても、こんなにドロドロになって、どこに行ってたんですか？そこにいる岡田綾乃に散策道から突き落とされたんだ。斜面を滑落して足をひねっちゃってさ。たまたま通りかかった猟友会の人が助けてくれたからよかったけど。突き落とされた？五十嵐さんが驚いて大きな声を出してしまったので、みんなの視線が一気に俺と綾乃に集まった。綾乃は明らかにイライラした表情で俺を睨みつけている。あら、何を言っているの？確かに、あなたと散策道には行ったわよ。でもすぐに別れたわよね。自分で足を滑らせたんじゃなくて？君って人は。何よ、私が突き落としたっていう証拠でもあるわけ？証拠もないのに人を犯人扱いするなんてあんまりじゃない。頭ぶつけておかしくなっちゃったとか？あんた昔っから頭悪かったもんね。その時、俺たちのやりとりを見守っていた社員旅行者の中から声がした。証拠はあるよ。前に進み出てきたのは、綾乃の婚約者、松尾さんだった。彼がすっとスマホを俺たちの前に差し出す。ほら、ここよ。動画には、俺と綾乃が二人で散策道を歩く後ろ姿が映っていた。ほんとだ。いい景色だね。立ち止まり景色に気を取られている俺を、綾乃が後ろから思いっきり突き落とす。動画を見た五十嵐さんが、ひどい、と小さく声を漏らしている。その後の俺たちのやりとりもしっかり収めた動画は、綾乃が散策道を戻ろうとするところで途切れていた。
なんなのこの動画。光一さん、あなたまで私をはめようとしてるの？こんなのは捏造よと、綾乃は顔を真っ赤にして抗議している。この動画は、僕が君の身辺調査を依頼した探偵が撮ったものだ。身辺調査？私のこと疑ってたの？光一さん。ひどいわ。まさか誰かに後をつけられているなんて思ってもいなかったのだろう。証拠の動画を突きつけられ、綾乃の顔色は真っ青になる。綾乃、悪いけど君のことは調査させてもらった。君の話にはどうも辻褄が合わないことが多くてね。君、僕の前にも何人か婚約するまでに至った男性がいるよね。その人たちから相当な額を貢いでもらっていたみたいだね。そして、相手から巻き上げるだけの金銭を巻き上げたら、いきなり連絡を絶って逃走。綾乃、君は結婚詐欺師だ。え？光一さん？何を言っているの？私は。これだけじゃない。証拠はちゃんとあるんだ。綾乃は唇を噛んだまま、視線を下にそらす。握った拳はわなわなと震えているが、証拠を突きつけられては言い逃れることはできないだろう。この場に留まることは不利だと判断したのか、彼女はそのままきびすを返して逃走しようとした。だけど、俺や周囲にいる社員たちが綾乃の道を阻む。関口さんと同じ高校に通っていたってことは、今まで僕に話していた君の経歴も嘘ってことになる。詐欺を働くなら、もっと頭を使った方がいいよ。俺たちを振り切ろうと全身で抵抗している綾乃に、松尾さんは呆れた顔をして淡々とそう言い放った。観念しろ、綾乃。話しなさいよ。何よ、もう少しのところだったのに。和也、あんたのせいよ。中卒底辺のクズのくせに、あんたなんか一生日陰で地面這いつくばって生きていけばいいのよ。その時、五十嵐さんが綾乃の方を引っ叩いた。なんてこと言うの？彼はね、うちの会社の社長です。社長？和也が社長ってどういうこと？実は、今回の旅行は純粋な接待旅行だけが目的ではなかった。我が社の工場に入社し、一生懸命働いていた俺は、努力と技術力の高さが認められて本社に移動。そこでも、企画力の高さや誠実さを認められ、この度会社に新しい風を吹き込もうと、現社長から次期社長に任命されていたのだ。この旅行では、一番の取引先に、会食の席で内々にそれをお披露目する予定だったのだ。嘘よ。あんな引きこもりで汚らしい工場の底辺が社長？はぁ？綾乃、俺は確かに中卒だ。でも、世の中に出たら学歴なんて何の役にも立たないよ。その証拠に、俺は実力で社長になった。君が馬鹿にする中卒の俺がね。うるさい。私は認めないんだから。その時、遠くからこちらに近づいてくるサイレンの音が聞こえた。松尾さんが、俺が綾乃に突き落とされたと探偵から聞いた時、警察に連絡してくれていたのだ。後から聞いた話だが、松尾さんは探偵を通じて、猟友会の人たちにも俺のことを知らせてくれたらしい。俺が助かったのは松尾さんのおかげだ。綾乃は警察に連行された。関口さん、この度は僕の婚約者が大変申し訳ないことをしました。厳しく対処したいと思います。そう言って、松尾さんは俺に深く頭を下げた。頭を上げてください。松尾さんのおかげで、
俺の無実が証明できましたし、何より警察まで呼んでくださって、助けていただいたのはこちらの方です。私の見る目がありませんでした。一から出直します。関口社長、今後とも、ぜひよろしくお願いいたします。ええ、こちらこそ。松尾さんと俺は固い握手を交わした。その後、無事に松尾さんの会社との宴会が執り行われ、俺が次期社長に就任することが正式に発表された。なんとか騒動を収め、社員旅行は無事終了した。綾乃は俺を突き落としたことや、これまでの詐欺行為について、最初は否認していたみたいだけど、どんどん証拠が上がってくるものだから、さすがに隠しきれないと思ったのか、最後には観念し、すべてを認めたらしい。詐欺行為の被害は相当なものだったらしく、これには独自で調査していた松尾さんも驚いていた。結局、逮捕、立件され、今は塀の中でおとなしくしているはずだ。俺を突き落とした理由については、自分の過去を松尾さんにばらされると都合が悪いと思ってのことだったらしい。そんな理由で俺は、どこまでも身勝手なやつだ。俺と松尾さんは、同じ女に騙されていた者同士、なんだか仲良くなってしまって、プライベートでも飲みに行くような友達になった。もちろん、仕事でも良い関係を築き、お互いに売り上げを伸ばしている。さらに、俺は秘書として働いてくれている五十嵐さんと結婚。勝手のわからない工場で冷たく当たられていた時から、ずっと俺のことを応援してくれていた彼女。自分が辛い時に優しくしてくれた、そんな彼女を大切にしていきたいと思ったんだ。人は誰でも、辛い時や大変な時が必ずある。俺は自分が大変だった時に手を差し伸べてくれるような人を大事にしていきたい。